1904年から1905年にかけての日露戦争は、李石と最も重大な戦争でありながら、しかしは見つかられる戦争の一つです。ドイツとにブレール敵を打って日本帝国が入れ替わった。この戦争は、人種や帝国の階層構造、特にヨーロッパ列強がアジアの列強に対して軍事力と技術力で優位に立っていくという長年の想定を打ち砕いた。近代史上初めて、アジアの国家が戦場で西洋の大帝国に挑んだだけでなく、決定的な勝利を収めたのである。この戦争の世界的な影響は直接の紛争地域をはるかに超えて広がり、国際外交を再編し、ロシア国内で革命的な不安をかきたて、アジアとアフリカ全域で反植民地運動を勢いづかせた戦争の原因は帝国主義、ナショナリズム、そしてロシアと日本の両国が抱いていた近代化に対する相反するビジョンに不服でさせていた。ロシアはより広範な帝国の使命の一環として東アジアにおける影響力の拡大を模索していたが、日本の野心は正当な大国としての自国を主張し、植民地破壊には3難民をさせてという願望によって推進されていた。この戦争は残忍な包囲戦、大規模な地上戦、そして現代史上、日本海軍は南西の九州と海の西の北海道です。この戦争は世界の権力政治の転換点となり、ロシア帝国の脆弱性と非効率性を露呈するとともに日本の近代的軍事大国としての地位を強固なものにした。そうすることでユーロ導入の前提に異議を唱え、20世紀における将来の地政学的再編の基盤を築きました。ウォーズ・オブ・ザ・ワールドへようこそ。音楽。日露戦争の根源は、20世紀初頭の東アジアを特徴づける帝国主義的野心、地域間の対立、国内の不安定さの複雑な絡み合いにあります。ロシアと日本は共に帝国を拡大しつつあり、朝鮮半島とアドリアの両地域で利害が対立していました。これらの地域は、それぞれの国力構想によって戦略的、経済的に極めて重要になっていました。この戦争は、突然の火花が散った結果ではなく、長年にわたる緊張の高まり、誤った判断、そして相互不信の集大成だった。日本の地域国としての台頭は、1868年の幕末維新後、国が、急速な国家主導の近代化、キャビアレスコが本気で広ったアヤスにより力を払うにもと知られているように、アジア諸国が西洋帝国主義に対して脆弱であることを認識した。日本は、西洋の軍事、産業、行政モデルを模倣しようとしました。1890年代までに日本は陸軍と海軍の両方を近代化しただけでなく、かつて恐れていたヨーロッパ列強のような帝国主義的な姿勢も採用しました。1894年から95年にかけての日清戦争での日本の勝利は、この地域の軍事大国としてのデビューを記念するものである。戦争は下関条約で終結し、日本は台湾と老東半島の支配権を与えられ、朝鮮の独立が承認されて、事実上日本の影響圏内に入った。しかし、日本の利益は長くは続かなかった。1895年の三国干渉は、ロシアが先頭に立って、フランスとドイツの支援を受け、日本はラオン半島を中国に返還せざるを得なくなった。ロシアはその後、旅順港を租借し、南マヌリア、鉄道を建設したことで、マヌリアに対するロシアの意図が明らかになり、東京で連続的な反感を抱くことになった。日本が台頭しつつあった一方、ロシアはすでに帝国を確立しており、海軍の野望と、大きくさらに太平洋の海港を戻っていたロシアの当然に対する関心は、戦略的要因と経済的要因の両方によって推進された。1903年にシベリア横断鉄道、
とその南側のマヌリア経由の支線が完成したことで、この地域におけるロシアの物流能力は大幅に向上した。しかし、ロシアの拡大方法は多くの場合、遅く、官僚的であり、日本の能力を含む現地の独国化を評価していることは不当であった。日本に政府は日本を二流国とみなし、中国に協力を拡大することにほとんど脅威を感じなかった。1900年の吉風団の乱暴もロシア側から軍を撤退させることを拒否し、朝鮮におけるロシアの存在感が高まったことで、日本の指導部は、地域の優勢がされると感じ、ますます世界を強めた。1902年から1904年にかけて、ロシアと日本の間の外交交渉はの人によった。日本は、我が家におけるロシアの領土と引き換えに朝鮮における国土研究を認めてもらえることを期待していたが、ロシアは交渉を乗っ取り、この地域での軍事的プレゼンスを強化し続けた。これらの動きは、東京では、悪意と帝国の傲慢さの表れと解釈された。日本は1902年にイギリスの重要な同盟を確保していた。日英同盟では、ロシアからの署名国が2つ以上の武器から攻撃を受けた場合、もう一方が、援助に赴くことが予定されていた。この協定は日本に外交上の自信を与えただけである。他のヨーロッパ列強が、ロシアに代わって直接介入することを抑止した。1904年の初めまでに、日本の忍耐は限界に達していました。1904年2月8日、日本は、旅順港に停泊していたロシア艦隊に対して夜襲を仕掛け、正式に戦争が始まりました。この先制攻撃は、特に、ロシアのヨーロッパ中心地と極東の両帝国は国内問題によって動かされていた。ロシアでは、独裁政権は、不安や経済的困難の増大、そして改革を求める声に直面していた。外国との戦争は SAR に国民を団結させ、内部の不満をそらす手段を与えた。一方、日本は、資源と領土を確保するだけでなく、急速な近代化を正当化し、西洋の植民地を試みを抑止するためにも勝利は不可欠だと考えていた。この戦争は、特にロシア側の工業化された戦争、多数の死傷者、そして戦略的な反国的な紛争としてないさ。最初から日本の慎重な準備と戦術的主導性は、ロシアの自信過剰、兵站上の弱さ、政治的優柔不断と際立った対象をなしていた。戦争は陸海両方で行われ、主要な作戦は、マヌリアとロー東半島周辺に集中し、最終的には、対馬で劇的な海戦のクライマックスを迎えた。1904年2月8日の夜、日本は正式な宣戦布告もせずに、現在の旅順にある旅順港に駐留していたロシア太平洋艦隊に対し中央攻撃を開始、大きな損害を与えた。完全な勝利ではなかったものの、この最初の攻撃は日本が主導権とスピードを戦略的に重視していると反映していた。ロシア艦隊は、閉じ込められ指揮を失い、作戦力を完全に回復することはなかった。その後すぐに、日本軍は朝鮮に上陸し、急速に北進して、ソウルを占領し、マヌリアとの国境であるかも緑江に向かって進軍した。1904年5月後半の戦いは最初の大規模な陸上戦闘となった。日本軍は、優れた訓練、連携、主要指し、ロシア軍を決定的に打ち破った戦争の大きな転換点は、1904年8月から1905年1月まで続いた旅順包囲戦であった。乃木、マラスク将軍率いる日本軍は、現地に領土を働いての最大して高原攻撃を開始した。包囲戦は長口生臭いもので、塹壕戦と犠牲の大きい正面、攻撃が行われた。ロシア軍の激しい抵抗にもかかわらず、日本軍は港を見下ろす。重要な丘と砲台を占領することに成功した。そして、1905年1月2日、ロシアの司令官アナトリ、ステップ将軍は、物議を醸しながらも、次期焦燥に旅順港を降伏させ、日本に大きな戦略的勝利をもたらしました。旅順港が日本軍の手に落ちたことで、太平洋におけるロシア艦隊は事実上無力化された。その間に、日本軍とロシア軍は、マヌリア全域で一連の大規模な戦闘を繰り広げ、
1900年夏から9月で戦の戦いはロ軍軍の殺傷大規模で9戦闘だった。あいつグラッキー将軍率いるロシア軍は、数だっているにもかかわらず、円形の悪さとは強く受けると撤退する傾向のために敗北した。日本の勝利は犠牲は大きかったものの士気を高め、ロシア軍の兵隊にさらなる負担をかけたもう一つの決定的な地上戦は、1905年2月から3月にかけてのホテル開戦でした。これは当時の歴史上最大規模の戦闘の一つでした。驚くべきことに、50万人以上の兵士が参加しました。大山倭尾将軍の指揮する日本軍は、3週間に及ぶ複雑な作戦でロシア軍を包囲し、打ち負かした。ロシア軍は完全な撤退ではなかったものの、主要な行政拠点や交通拠点を放棄して北進を余儀なくされ、敗北の岐路はロシア指導部を驚愕させ、国内での戦争に対する国民の支持をさらに弱めた。ロシアに対する最後の打撃は海上で起こった太平洋艦隊が壊滅したため、ロシアはバルト艦隊を派遣し、勇敢にも第二太平洋艦隊と改名して、バルト海から東アジアまでの18000マイルの困難な航海に出港させた。6ヶ月以上続いた航海は、機械の故障、士気の低下、1905年5月27日から28日にかけて、対馬海峡付近で、ロシア艦隊は東郷、日波次郎提督率いる日本海軍に迎撃された。日本海海戦はロシアにとって完全な惨敗だった。戦術的にも火力、的にも取り、ロシア艦隊のほぼ全てが捕獲されるか沈没した、ほんの一握りの船だけが脱出し、この勝利により日本の海上優位が確固たるものとなり、ロシアの勝利という現実的な希望は事実上消滅した。タイもまた強力な象徴的危機を持っていました。アジアの強国が野戦でヨーロッパの主要艦隊を壊滅させたが、これは20世紀初頭の歴史において前例のない出来事だった。日露戦争は近代最初の大きな紛争としてよく挙げられます。それは塹壕戦、機関、有刺鉄線、長距離砲、無線通信、軍隊移動のための鉄道輸送の統制を特徴としており、それほど遠くない第一次最大限の実績を見せる技術を受けさせてだった。この戦いは経済の戦場における指揮、情報、兵隊の重要性を証明した。日本軍は高い規律と国家の統一性を維持したが、一方でロシア軍は訓練不足の徴兵兵が多く混乱、士気の低下、汚職、時代遅れの指揮系統、ライルファーに悩まされ、ロシア軍の活動を悩ませていた。さらに、この戦争は両帝国と国際システム全体に深く永続的な影響を残しました。日本は戦略的かつ象徴的な勝利を収めたが、この戦争はロシア帝国の脆弱性を露呈させ、国内で革命的な動乱を誘発する一因となった。世界的に見ると、この紛争は帝国主義と人種関係の歴史における転換点となり、偏見が支配的な西洋と東洋の間の関係の一定変化を象徴するものでした。ロシア帝国にとって、この戦争は甚大な災害であった。軍事的には、計画、指揮、インフラにおける重大な弱点が露呈した。この敗北により、ニコライ2世の権威は損なわれ、ロシアが近代的で有能な大国であるという考えは信用を失った。戦争遂行によりロシアの下手能力は連帯を超え、硬直した官僚機構と時代遅れの制度に支配された帝国の脆弱性が露呈した。重大なことに、この敗北は国内の不安を加速させた。劣悪な労働、条件、食料不足、政治的不活性に苦しんでいたロシア国民は提供して反応した。1905、年、1、月、まだ戦争が続いていた頃、サンクトペテルブルクや平和的などが税的な武力に遭遇し、これが血の日曜日事件として知られるようになりました。この虐殺は、1905、年の革命の開となり、戦乱国機能夢の反乱を含むしたのみ、放棄、反乱の波を引き起こしました。騒乱を鎮めるため、ツァール、ニコライは譲歩を余儀なくされ、ロシア初の国会であるドゥーマが設立された。ドゥーマの権限は限られており、
しばしば無視されていたが、ルーマは独裁政治の象徴的な弱体化を示した。事実上、この戦争はサリスト政権の崩壊を露呈させ、加速させ、この傾向は、1917年のロシア革命へと発展した。この条約は日本の朝鮮における権益を承認し、マヌリや南部の租借地点をロシアに移譲した。この条約によって戦闘は終結したが、双方に多少の不満が残った。ロシアは屈辱を受けたが、シベリアの領土の多くを保持した。日本は、名声と影響力を獲得したが、期待していた賠償金や領土を全て獲得できたわけではない。この条約は、アジア外交の国際化においても重要な節目となった。これは、世界情勢の仲介者としての米国の台頭を告げるものであり、日本が世界の現状政治に加わることを強固なものにした。対照的に、日本は紛争から抜け出し、世界的に認められた大国となった。その軍事的成功は世界を驚かせ、マジ復興から始まった数十年にわたる近代化の成果を実証した。この勝利により日本は、朝鮮半島と南、マヌリアを支配するようになり、旅順港の租借権と南マヌリア鉄道の支配権も獲得した。日本はさらなる領土拡大を期待していたが、地域の覇権国としての地位が確立され、それらのいかなる潜在的利益をも上回った。この戦争は、日本がより積極的になり、最終的には侵略的な帝国拡大の始まりとなった。1910年、日本は正式に韓国を併合し、厳しい植民地支配の時代を迎えた。そして勝利によって勢いづいた。日本は、西洋列強と海東入学を求め始め、東アジアにおける支配的勢力になるという野心を燃え上がらせた。国内的には、戦争によって国家の結束が強化され、軍の威信、特に海軍の誇りが高まりました。しかし、ポーツマス、条約の限定的な保障、特に、ロシアの賠償金の普通に対する日本の不満は、日本の国家主義者の間に不満を生み、その経由は、1930年代の大胆な軍国主義の中で再び表面化することになった。日露戦争は植民地世界全体に深い心理的、思想的影響を及ぼした。アジアの国家がヨーロッパの帝国を打ち負かすというイメージは深く根付いた。人種的階層構造に挑戦するものでした。アジアとアフリカでは戦争は、反植民地主義の可能性の強力な象徴となった。そしてインドの民族主義者、ベトナムの革命家、アフリカの知識人は、日本の成功を、西洋の支配が、必然ではなかった証拠として挙げた。ヨーロッパでも、この敗北は衝撃を与えた。非西洋民族は本質的に、とって取りされてきた思い込みが批判され、イギリスをはじめ多くのヨーロッパ列強が、日本に対して、より慎重かつ敬意を持って接し始めた。日英同盟は更新され、拡大され、日本はますます、世界大で窃盗ナチュラルにあると見なされるようになり、最終的には第一次世界大戦で連合国側として参戦した。しかし、この勝利には、暗い側面もあった。それは、日本の例外主義意識と、帝国による征服の必要性に対する信念に固形した。時が経つにつれ、ロシアに対する勝利の記憶は、特に日本が、戦争直後、多くの西側諸国の観察者は日本の勝利を世界の勢力圏における構造的変化のどことしてではなく、世相が連動した欧州のアナリストはロシアの敗北の原因を日本の政治的優位性ではなく、下手の農作や何のスタイルと頻繁に指摘した支配的なヨーロッパ中心の世界観は、婦人的必要というアジアの勢力に敗北したと受け入れるに苦労した。特に、英国や米国の報道機関の中には、日本の効率性と規律を称賛する人もいたが、その称賛は異国情緒や、この戦争を、一生に一度の物語とみなすような上から目線で語られることが多かった。しかしながら、軍事理論家や戦略家たちはロシアの敗北を真剣に受け止めたアルフレッド・ザ・マヤンのような人物は、対馬での海軍の教訓を調査し、一方、ヨーロッパの将軍たちは旅順港遺線を研究して、現代の
大砲や塹壕戦についての洞察を得た。影響を軽視した。ソ連の学者たちは、労働者と兵士の苦しみに焦点を当て、戦争を、日本では、文学、芸術、教育分野で広く描かれました。最近の研究では、帝国の衰退というより広い枠組みの中で日露戦争が取り上げられている。ジョン・ W ・スタインバーグ、ロムカウンター、J.N. ストットなどの歴史家は、戦争の指摘を見せなきゃ行わせたを工夫したり、技術と規模において近代的でありながら、西側諸国、特にドイツとイギリスは、ロシアの敗北から現代の戦争は短期間でも栄光に満ちたものでもないということを学ぶべきだった。日露戦争は、腐敗を作る2つで不簡単な地区紛争以上のものだった。それは、国際秩序を再形成し、長年の権力構造の脆弱性を露呈させ、新たな地政学的時代の追っかけを告げる変革的な出来事であった。日本のロシアに対する勝利は、近代史上初めて、非西洋諸国が、正面からの戦争でヨーロッパ帝国を破ったこととなり、ロシアにとって、この戦争はサーズ体制の根幹にある非効率性と腐敗を露呈させた。マヌリアと海での軍事的失敗は、帝国の威信を失墜させただけだと、1905年の船と発展する国内不安の触媒ともなった。この危機の瞬間から政治的不安定の軌道が描かれ始め、最終的には、10年余り後にロマノフ王朝の崩壊に至り、20世紀の歴史の流れそのものを変えてしまった。